先日、ブロックリーをベースとしたビジュアルプログラミング環境の積み木をご紹介しました。そのアップデートを行い、バージョン 0.0.1 として公開しました。今回のバージョンでは、対応マイコンとして ESP32S3、ESP32C3、そしてラズベリーパイを追加しました。ラズベリーパイの動作テストは Pi4 で行いましたが、Pi3 や Pi0 でも動作すると思います。PWM 出力やサーボモーター制御のブロックも追加しました。また、Excel 操作の機能も増えました。今回の動画では、ラズベリーパイ用のファームウェアのインストールなど、電子工作向けに使うことを取り上げます。Excel 関係は、後日、別の動画でご紹介します。最初のバージョンはドロップボックスからダウンロードしましたが、今回からは GitHub を使います。GitHub で積み木のページを開きます。ページのアドレスは動画の概要欄をご参照ください。コードのボタンをクリックします。メニューの中のダウンロード ZIP をクリックします。ダウンロードが終わったら、ダウンロードファイルの保存先フォルダを開きます。そして、その ZIP ファイルを展開します。Windows だと、ZIP ファイルを選択して、リボンのすべて展開のボタンをクリックします。回答先のフォルダを指定して、展開のボタンをクリックします。ESP32 シリーズとラズベリーパイピコ W では Arduino IDE でファームウェアを書き込みます。書き込みの手順は前回紹介した動画とほぼ同じです。ただし、ファームウェアのプログラムのフォルダが ZIP ファイル内のファームウェアフォルダ内の Arduino フォルダに変わりました。また、ESP32、ESP32S3、ESP32C3 ではArduino IDE に ESP32 サーボライブラリをインストールすることが必要です。ツール、ライブラリを管理のメニューを選んで、ライブラリマネージャーを開きます。キーワードの欄に ESP32 サーボと入力します。見つかったライブラリの中で ESP32 サーボライブラリをインストールします。ラズベリーパイ用のファームウェアは Node.js で動作します。Node.js をラズベリーパイにインストールする方法は先日の動画をご参照ください。また、ファームウェアを実行するには WS と PyGPIO のパッケージをインストールすることが必要です。sudo su のコマンドを実行します。npm install ws pygpio のコマンドを実行します。ファームウェアは、スミッキーの回答先フォルダの中のファームウェアフォルダ、さらに、その中の RPI フォルダにあります。RPI フォルダの中身をラズベリーパイに丸ごとコピーします。ファームウェアは次の手順で起動します。sudo su のコマンドを実行します。ファームウェアのコピー先ディレクトリをカレントディレクトリにします。Node smicky.js のコマンドを実行します。これで、ファームウェアが起動し、スミッキーから接続できる状態になります。なお、スミッキーからホスト名で接続できるようにした方が便利です。それには、ラズベリーパイにアバヒデーモンをインストールします。アバヒデーモンのインストール方法は、ネットに記事が多数出ていますので、そちらをご参照ください。スミッキーバージョン 0.0.1 では、最初のバージョンから機能がだいぶ増えました。
電子工作向け積み木の起動方法は、前回の動画と同じです。電子工作向けでは、まず、PWM 出力の機能を追加しました。LED の明るさの調節や、モーターの制御などに利用できます。サーボモーター制御の機能も追加しました。さらに、カスタムブロックという機能を追加しました。ファームウェアを自分で拡張して、その機能を実行できるようにする仕組みです。カスタムブロックの使い方は、後日、別の動画でご紹介します。Excel を制御する機能も強化しました。複数のブックやシートを制御することができます。セルの書式を設定する機能を増やしました。また、ブックやアドインに含まれるマクロを実行する機能も追加しました。VBA でプログラムを書いて、機能を追加することができます。なお、Excel の一部の機能は、アドインによって実行するようになっています。そのため、アドインを利用するための作業が必要になります。これについては、後日に別の動画でご紹介します。積み木バージョン 0.0.1 を使ったデモをご紹介します。ESP32S3、ESP32C3、ラズベリーパイのそれぞれに LED を接続し、それらの明るさを PWM で制御して、順番に明るくなったり暗くなったりするようにします。動作をご覧ください。LED の部分を拡大しました。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけると幸いです。